皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私は東京メトロ千代田線湯島駅から徒歩3分の旧岩崎邸庭園に行ってみたいと思います。最後までどうぞお楽しみください。こちらは敷地全体が重要文化財に指定されています。現存する3つの建物が見どころとなっています。入園料は400円。左にあるこの袖塀も重要文化財です。旧岩崎邸庭園は明治29年1896年に三菱の3代目社長の岩崎久彌の本邸として建てられました。久彌は三菱の創設者である岩崎弥太郎の長男です。洋館の設計はイギリス人建築家のジョサイア・コンドルです。今回は日本語のガイドツアーに参加してからカメラを回します。まず正面玄関で靴を脱ぎましょう。洋館は岩崎家のプライベートな迎賓館として使用されていました。17世紀初頭にイギリスで流行したジャコビアン様式の装飾があちこちで見られます。これらの仕事に携わったのは日本の職人さんたちです。そしてここには地下に続く階段が、非公開の地下通路があり、別棟のビリヤード場へつながっています。1階のベランダには英国ミントン社製のタイルが敷き詰められています。1階婦人客室の天井はシルクの刺繍の布張りになっています。今では色あせていますが、裏側には鮮やかな糸の色が残っているそうです。イスラム風のモチーフも使われています。サンルームから同級室、ビリヤード場が見えています。サンルームで撮られた岩崎久彌とその家族の写真がありました。さて、2階に行ってみましょう。2階の婦人客室はピンクで可愛らしいです。お隣の部屋には美しい金唐かわしの壁紙が貼られています。もともとヨーロッパでは革で作った金唐革を壁の装飾に使っていました。それを和紙で再現したのが金唐かわしです。当時はここから房総半島や富士山が一望できたそうです。さて、洋館から渡り廊下を通って和館に行ってみましょう。和館は岩崎家の居住空間でした。かつては十数棟の日本家屋が廊下でつながっていたそうです。現在は冠婚葬祭などに使われたこの大広間だけが残っています。こちらには売店とお茶席がありました。現在では入手困難な木材が贅沢に使われています。
外からビリヤード場へ行ってみましょう。こちらの設計もジョサイア・コンドルで、スイスの山小屋風です。洋館からの地下通路がここでつながっています。ビリヤード場は男性の社交場でした。ジョサイア・コンドルは日本近代建築の父とも呼ばれています。教え子には東京駅の設計の辰野金吾などがいます。広い芝庭が広がっていますね。当時の敷地は今の3倍もあったそうです。戦後は GHQ に接収され、諜報機関が置かれていました。返還後は国有財産となり、司法研修所などに使われました。都立公園として開園したのは2001年のことです。売店に戻って休憩したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね。